西岸宗光です。今日は生きていくのがつらいという30代女性里美さんからのご相談です。私は昔から落ち込みやすいところはありましたが、ここ数年死にたい、生きていくのがつらいと思うことが増えました。仕事も家事も何とかこなしてはいるのですが、ふとした瞬間にもう全部終わらせたいという気持ちが湧いてくることがあります。死にたいなんて思わずに当たり前のように生きている人を見ると、どうして自分はこうなんだろうと情けなくなってますます辛くなります。身近な人には重いと思われそうで言えませんし、どうすればいいか分かりません。少しでも楽に生きるためのヒントがあれば教えていただきたいです。お便りをいただいてありがとうございます。仏教では人の心のことを水面、水面のことですね、水面に例えることがよくあります。静かな日もあれば、雨が降ったり風が強くなったりして荒波の日もあると。でそんなふうに心を例えることがあるんですね。今回ご相談してくださった里美さん、今きっとですね、荒れに荒れた心模様だろうと思います。だけれども、こうして相談をしてくださったということは希望を捨ててるわけではないですね。素晴らしいことだとまず頭が下がります。希望を捨てずに前を向いて自分の心を何とかしたいと、ぜひ一緒に考えていきましょう。どうすればいいか。まずですね、先ほどもお話ししましたが、里美さんの心模様、今かなり荒れていると思うんですね。大荒れの水面が里美さんの今の心だというふうに見ることができます。大変苦しいでしょうし、怖いでしょうし、悔しいでしょうし、そういう苦しいいろんな気持ちが共にあるんだろうと思います。で、一方でですね、死にたい、あるいは生きていくのが辛いですと書いてくださっておりましたが、仕事も家事も何とかこなしてはいますということも書いてましたね。で、何とかこなしているということは、苦しいのに頑張っているということを表しています。きっと周囲の人から見ると、その苦しさは表面上には出てなくて普通に見えている可能性がありますね。だけど本人の心の中は大荒れですと。でこのギャップが大抵かなりしんどい辛い状況を余計に苦しくしてしまうんです。そのギャップをほどいていくことが必要なんだろうと、私はご相談の文章を読みながら思いました。身近な人には重いと思われそうで言えませんということも書いてましたね。平静を装いながら苦しんでいるわけです。こういう心模様とですね、実際の自分の行動というか動き、暮らし、素振りのギャップが大きいことは珍しいことでもないんですね。苦しい時は当然どんどん苦しくしてしまうものだということは先ほどお伝えした通りなんですけど、私たちは何かに挑戦する時も、あるいは少し調子に乗って楽しい時も、本当の気持ちとは違う行動をしたり表情したりしてね、うまいこと社会で
生きているわけです。いい面もあるんですけど、今はそれをほどいていきたいということです。では早速ですが、そんな里見さんがですね、楽に生きていくためのお守りです。まず一日一善と名付けましょう。善というのは、良いことという言葉ではなくて、仏教の禅宗の禅ですね。座禅という時の禅のことです。一日に一つ少しでいいので、禅のエッセンスを取り入れた暮らしを、行動をしてみるということをまず習慣にしてみてください。こうして私とご縁があってご相談くださったわけですから、きっと役に立つと思います。で、シンプルに何をどうすべきか、禅というのは今ここを生きるということがまず中心にある考え方ですね。ですから過去と未来に対する余計な考えと感情、これを切り捨ててしまいましょう。死にたいとか生きていくのが辛いという状態は本当に究極まで心が疲れている状態だと思うんですね。で、その原因は全部とは言わなくてもほとんどが今置かれている状況とか直接的な要因というよりは、そういう実際にあることから連鎖して生まれるさまざまな過去に対する後悔、未来に対する不安、それらから来る自責なんかなんですね。ですからそういうことを切り捨てると、死にたいと自分のことを、自分の命を切り捨てる代わりに、そういう雑念を切り捨てるという勇気を持ってですね、過去と未来が頭に浮かんでしまったら、それは切り捨てると。そして目の前のことですね、今ここにあるものに集中してください。何をやってもいいです。何か動いた方がいいですね。10分でもいいですし1分でもいいです。やってみて、でそのやってみる直前まであった雑念、苦しい気持ちが消える瞬間が必ずあります。その消える瞬間を見つけてください。これだ、なるほど、今消えたって分かると、禅の価値を少し体で覚えたことになりますので、掃除をするとき、洗い物をするとき、散歩をするとき、歯を磨くとき、手を洗うとき、どこでもいつでもできます。これをやっていきましょう。そして2つ目ですね。今里見さんはご自身の命とか生活、人生を切り捨てるかどうか、捨ててしまうかどうかという究極の選択肢がありながらも、希望を捨てずにこうしてご相談くださってるわけなんですね。で、何か特効薬のようなものがあればそれを与えておしまいなんでしょうけど、残念ながらそういうことはありませんので、先ほどは未来と過去を切り捨てるという処方箋でした。今度は2つ目は抱き寄せる、見つけるということですね。何を？それは生きててよかったなとか、生きるっていいなという瞬間を見つける修行をやりましょう。でこれも一日に最低限一つはやってください。どんなことでもいいです。とっても小さなことで大丈夫です。例えば私よく例えますけど、お風呂に入った時ですね、湯船に入った時に気持ちいいなって思う瞬間があると思うんですよ。それも生きててよかったっていうことの一つです。
お腹が空いている時に食事を最初の一口食べた時に美味しいなって思うことがあると思います。喉が渇いた時にお茶を飲んだり、コーヒーでも飲んでみようかと思った時にコーヒーを作って一口飲んで、ああいいなと、そういう瞬間を見つけてください。それが生きててよかったということです。その連続がどんどんと生きててよかったをたくさん連れてきて、大きくしていってくれるはずです。で、見つからないという人がいるんですね。それは探してないからです。ないわけないんですね。朝目が覚めてまた起きてしまったと思うこともできますけども、朝起きてああ今日も生きてるなって言ってみる。小さなことで結構ですから、ないんであれば作ってください。生きててよかった、生きるっていいなということを作るために今日生きてください。死ぬ勇気があるならそれぐらいのことを簡単ですよ。ですからぜひですね、まずは過去や未来の雑念が出てきて苦しくなる前にスパッと切り捨てて、目の前にある何かをやる。何でもいい、歩くでもいい、立つでもいい、飛ぶでもいい。そして生きるっていいな、気持ちいいな、美味しいな、楽しいなということを作って一日だけ生きて、で翌日また同じことを繰り返してやっていってください。これは修行です。修行だと思ってまず最低でも1ヶ月は頑張ってみましょう。1ヶ月経ってまだ死にたいな、生きていくのが辛いなと思ったらもう一度お便りください。きっともうご連絡いただくことを、その必要がなくなると思いますので応援しています。頑張ってください。さとみさん、そして動画を最後まで見てくださった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますのでお便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。